ガンダム X 形式番号 GX9900 頭頂高 17.1 メートル重量 7.5 トン装甲材質ルナチタニウム合金武装サテライトキャノン ×1 大型ビームソード ×1 シールドバスターライフル ×1 ブレストバルカン ×4 ショルダーバルカン ×4 G ビット ×12 搭乗者がロードラン NT001 第7次宇宙戦争における旧地球連邦軍の決戦兵器として開発されたニュータイプ用 MS ガンダムの1機パイロットのニュータイプ能力を増幅して複数の無人 MS を遠隔操作するガンダム共通のフラッシュシステムのほか月の発電施設から送られた大容量エネルギーで駆動するコロニー殲滅用の戦略兵器サテライトキャノンを装備し対戦時のニュータイプ専用機としては最強と評される。また MS 単体としても宇宙、地上、水中、空中を問わない高い機動性とトップクラスの戦闘力を有する剣武装甲内の大型バーニアの恩恵もあって運動性にも長けており圧倒的な強度を誇るルナチタニウム合金製の装甲によってビームの直撃やサテライトキャノンの反動にも耐える防御力を有するキャノン以外の通常武装もサテライトシステムから実質的に無限のエネルギー供給を受けられるよう設計されておりこれらは戦艦すらも容易に撃破可能な攻撃力を有している。大戦当時は宇宙革命軍の切り札である地球へのコロニー落とし作戦を阻止するために実戦投入されたがサテライトキャノンの威力を恐れた革命軍は作戦を強行し結果的に地球生命の大半を死滅させた元凶となる。大戦中には3機が製造され1機は実戦に投入1機は地球に保管され戦後も残存残りの1機は破壊されている。機体解説 NT001 号機戦後も無傷で残存し旧連邦のとある廃棄工場内に放置されていた。戦後15年が経過したアフターウォー15年ニュータイプの少女ティカーディールを守るべく追ってから逃れてきた少年がロードランによって発見され彼の登場機となる。その後はベルビゴとの戦闘で大破しガンダム X リバイバーへと改修される G コントロールユニット G コントローラーガンダム X の起動キーである携帯式独立操縦デバイスハンドガンのような形状で作中では略した G コンと呼ばれるケースが多い。コクピットのパイロットシート右側のポートに接続することで右側操縦桿として機能しサテライトキャノンの管制システムも兼ねておりその起動の際には親指で撃鉄型のスイッチを入れると各部が変形展開しエネルギーゲージが表示される専用の小型管制画面が上部に現れる。当初はジャミルがフリーデンの金庫に保管していたがライクアントからティファ救出の依頼を受けたガロードがフリーデンに忍び込んだ際に盗み出したガロードは G コンの使い方を知らず手ぶらよりはマシという考えで所持するがそのおかげで廃工場に放置されていたガンダム X を起動することに成功しその後ジャミルに認められ正式に所有することになった。またガロードがフリーデンから一時離脱し持ち出していたガンダム X をサンアンジェロ市におけるバザーで競売にかけた際には G コンとガンダム X を別売りにするという商売根性盛んな姿を披露した。ガンダム X の後継機のガンダム WX には赤い色で形状も異なる専用 G コンが用意されていたが所有者のアイムザット・カートラルの死で行方知れずとなりまた WX 自体はガンダム X 用 G コンでも運用可能だったこともあったためガロードはガンダム X 用 G コンをそのまま使用したサテライトシステムガンダム X に搭載されたエネルギー供給システムもともとは月面基地で発電された電力を地球に供給されるために開発されたが軍事兵器として転用された月面の太陽光発電施設からのスーパーマイクロウェーブを受け取るもので受信可能な環境であればエネルギーは実質無限であり常時高出力の武装を使用し続けられる。このシステムのためにガンダム X のコクピットにはガイドレーザー受信機能を設けている。リフレクターには体各所に設置された青いエネルギーコンダクターと呼ばれるパーツとの併用で賄われるエネルギー貯蓄機能がありバックパックを介して
各武装にエネルギーを供給する機能もある。フルチャージ後に補給を断たれても、通常戦闘であれば1週間程度の無補給継戦能力を持つ。ただし月面のマイクロウェーブ送電システムとのファーストコンタクトはニュータイプでなければ行えない仕組みとなっている。リフレクターユニットガンダム X の背部に装備される。通常時は L 字状に折りたたまれているが、サテライトキャノンの使用時には X 字状に展開され、スーパーマイクロウェーブを受ける。銀色に輝く表面はハニカム構造となっており、逆にここからエネルギーを放出することで物理的な反発力が生まれ、推進力としても利用できる。その際は受信部を後ろに展開した飛行形態ホバーリングモードに変形し、発光部やサテライトキャノン方針の角度を変えることで速度や姿勢の制御を行い、高速長距離のジャンプを行うことができる。フラッシュシステム、宇宙世紀におけるサイコミュシステムに類似するシステム。ニュータイプが持つ特殊能力を利用したインターフェースシステムで、通常の電子的な手段に依存せずに遠隔操作や索敵、機体制御や適合者認証等を可能とする技術の総称である。ニュータイプにしか起動させられないシステムで、月面への機体登録のほか、12機の無人機ビット MS を操ることを可能としている。機体によっては機体制御にも使用されている。ガンダム X にはサテライトシステム搭載型の GX ビットが配備された。武装サテライトキャノンバックパックに搭載されたコロニー撃滅用に開発された超高出力ビーム砲。もともとは大型単体の浮遊砲台砲として開発されたものだったが、 MS が運用できるように小型軽鋼武装化された。月面の太陽光発電基地から照射されたスーパーマイクロウェーブを背部のリフレクターで受け、充填したエネルギーを発射するもので、その威力はコロニーを一撃で破壊し、一瞬で広範囲を殲滅する。その攻撃力は絶大で、ビット MS との同時発射により多数のスペースコロニーの同時複数撃破すら可能なほど。また出力を調整することで対艦戦や対 MA 戦にも対応できる柔軟性も持つ。エネルギー貯蓄機能によりフルチャージ後なら2、3射撃が可能とする説も存在する。第7次宇宙戦争当時はこの砲のために複数の中継衛星が設けられており、どの地点からでもマイクロウェーブの供給が可能だったが、同対戦において中継衛星が全て破壊されたことから月が見える一軸のみでの使用に制限された。普段は巨大な砲身を斜めに背負っている大型ビームソード、サテライトキャノン基部に装備された専用高出力型ビームサーベル、サテライトシステム。厳密には腕部のエネルギーコンダクターに貯蓄されているエネルギーとの併用からエネルギー供給により他の機体よりも高出力な両馬剣状の頭身を形成するスーパーマイクロウェーブからのエネルギー供給を前提としているため、極めて高い出力を持ち、一撃で MS を両断する破壊力を持つ。機体の高機動性を生かして敵機へ迅速に接近し、とどめを刺す攻撃を得意とした長大なビームを射出することができ、斬撃のみならず一つでの攻撃も可能。シールドバスターライフル、通常のライフルの3倍の強度を持つ装甲カバーを備えた複合武器である専用ビームライフル。銃口とスコープを引き込み、グリップを折りたたみカバーを展開することで防御用のシールド形態となる。 MS を一撃で撃破する出力を持ち、中距離戦闘では強力なビームライフルとして接近戦ではシールドとして機能し、本機の戦闘力を支えた。一方で盾を防御に構えつつ射撃することができない。重量がかさむといった欠点も持つ。サテライトシステムからエネルギーを供給される方式で、不使用時やエネルギー充填時は前述のシールド形態への変形プロセスから装甲の展開のみ除いた収納形態になってバックパック右下部のハードポイントに接続される。ブレストバルカン胸部インテーク下部胴体に左右2門ずつ計4門内蔵された機関砲。接近戦での直接的な打撃や中距離での敵への威嚇牽制射撃などに使用される。ショルダーバルカンユニット、陸戦用 MS のバルカン砲を改造した4砲身のガトリング砲型オプション火器。バックパック左上部のハードポイント左剣部に装備され、
接続部の可動域の広さにより広い車格を持つアルタネーティブ車進行時に装備されるもガンダムバサーゴに破壊される G ビット GX ビットフラッシュシステムにより本体と同性能のビット MS を操るニュータイプ専用武装 GX ビットはガンダム X 用に開発されたものでサテライトキャノンを装備する。チャンネル登録高評価お願いします。